Hello everyone! 大家好！皆さんこんにちは、ひときです。今日は日本語の能力試験を受けてみたいと思います。日本語能力試験は N5 から N1 まであります。そして N1 が一番難しいです。なんか N1 は日本人でも満点、すべての点数を取れないらしいです。ですので僕も今日はそのテストを受けてみたいと思います。普段僕は自然な日本語の話し方やナチュラルな会話の仕方を教えているんですけど、こういう日本語の文法とかなんか語彙とかは勉強したことないので、今日はとてもワクワクしています。でもちょっと緊張もしています。N1 は言語知識、読解、聴解の3つがあります。そしてすべて60点、60点、60点、全部で180点になります。そしてその180点中100点以上だと合格です。でも100点以上でもそのすべてのパート、3つのパートで19点以上を取っていないと合格ではありません。時間は言語知識、読解で110分あります。そして40分休んだ後に60分聴解があります。少し怖いけど、では早速やってみたいと思います。時間は、110分です。これでやっていきたいと思います。では、スタート。OK。さあ、問題1問目。まず名前書かないと。ひとき。1問目。結構簡単かな。2問目。最初は簡単。今3問終わりました。ちょっと問題1より難しくなりましたね。ちょっとさっきより難しい。ちょっとちゃんと考えないと。ちょっと難しい。だいたい高校生くらいですかね。そんなことないかな。だいたい中学生ぐらいかな。中学生から高校生ぐらいのレベルだと思います。生活でよく使う言葉とかはすぐわかるんですけど、なんかあんまり日常生活で使わない言葉はちょっとってなります。いやー、結構なんかそんなもっと簡単だと思ってたけど、意外と日本人でも難しいって思うね。どっちだろう。どっちだろうこれ。これどっちだろうな。やっぱりなんかうっかりとかほっとした、ハッとした、カッとしたとか、なんか N1 にもオノマトペが多いですね。やばい、これマジで難しい。問題4番からすごい難しくなる。あんまり自信ない。なんか問題は全部読まなくても、その線が引いてある単語の前と後ろを少し見ると分かりますね。僕は多分全部は見ないですね。全部見ても前の方はあんまり関係ないし、なんか時間もかかるので、その単語の近くを見るといいと思います。引っ掛け問題もある。なんか食い違うっていう言葉があって、その食いは食べるっていう漢字を使ってるから、なんかその単語の近くになんか料理とか食べ物の名前を入れて、間違いを誘ってる、そういう問題もあるんで、なんかずるいな。
おー、これこれみんなできるの？すごいね。いやー、すごい。今33問終わりましたが、今14分。はい、こんな感じです。このダイアログすごく不自然ですね。なんかうって書いてあるんですけど、普通日本人が僕たちが LINE とか使うときはだけとかうは絶対書かないですね。をこう伸ばす棒とか点とかって書いたらすごく変ですね。まあ多分日本のこう文法はうかもしれませんが、やっぱり僕たちが使っているこう日本語と何ですかね、文法もちょっとだけ違う時がたまにありますね。次に問題6、36番からやります。今時間はこんな感じです。見えるかな。今だいたい14分くらい経ちました。よいしょ。腰が腰が痛い。次に問題7、41番を解いていきたいと思います。うわー、文章長っうわ、わからんわからねー。どっちだろう。あの時、そういう時、あの時に猫を飼った、そういう時に猫を、あの時にあの時に猫の本を読んだ、そういう時に猫の本を読んだ。これ同じじゃないの？マジ？こんな難しい文章を読んでんの？時間はこんな感じです。なんかその読んでいる文章が結構難しいです。そこからこう答えを選ぶのはまあそんなには難しくないんですけど、やっぱり全部読んで理解しようとするととても難しいと思います。暑い。よいしょよいしょ。ストレッチ。よいしょ。泣きそう。やばい、これ間違えるかも。わかんない。自信がない。次に問題12、65番からです。終わったー。終わったー。今日する N1 のテストは言語知識と読解をやりたいと思います。なぜならこうリスニングテストもすると時間が長くなるし、あとやっぱりこのさっき言った言語知識と読解は日本人にとっても難しいけど、リスニングは、あんまりそんな難しくないらしいのでやりません。では答え合わせをしたいと思います。お、いいよいいよ。
おー、びっくりした。間違えたかと思った。よかった。最初はね、読解が心配だったんだけど、最初は多分大丈夫だと思う。いいね。全部合ってるよ、今のところ。今、28番まで解いたけど、全部合ってます。間違えた。マジでくっそー。マジで待って、しかもすぐまた間違えてない？あれちょっと待って。本当にちょっと待って。2回も間違えちゃった。しかもすぐ。マジで。ショック。すごいショック。うわー、もうやだ。また間違えたんだけど。待って、本当に？ちょっと待って。今50問、これ丸付けって言うんですけど、日本では、正解の時、合っている時、丸をします。こういう風に。見えるかな？日本では合ってる時、こういう風に丸をつけます。でも、間違っている時には、こういう風にチェックをします。多分、他の国ではたまに逆だったりするのかな？でも日本では丸をつけます。ですので、合っているかどうかチェックするときは丸付けって言います。で、今50問丸付けをしたんですけど、もう3つも間違えました。ちょっと後でなんで間違えたか見ます。とりあえず全部丸付けしようっと。4って書いたのに、多分違うから、多分1だなって、1って直したのに、4が答えだった。ほんと最悪。マジで。しかもまた間違えてるし、ちょっと待って、なんで？俺やばくない？これ。おかしいんだけど。なんかもう嫌だな。自分が嫌になる、これ。マジで。マジで。6、7、8、8個間違えちゃった。ショック。テストは53分残りました。ですので、57分で全部答えました。言語知識は60点中58点。そして、読解は60点中53点でした。僕たちは大学へ入るときに日本語のテストを受けます。そしてそれは全部で200点なんですけど、僕はその時192点取りました。日本の大学生の平均点は120点でしたので、192点は結構高いです。つまり僕は日本語が少し得意なんですけど、でもこの日本語能力試験 N1 ではこんなに間違えました。多分ずっとやって疲れちゃったから、適当にこれとかやったのもあるかもしれないですけど、でもやっぱり日本語ネイティブの僕が間違えるということは皆さんにとってとっても難しいと思います。日本語の会話をするときはやっぱり N1 のレベルは正直いらないと思います。でも日本に来て、そして通訳の仕事をしたい人は N1 が必要だと思います。
でも普通にこういうコミュニケーションを取るのはやっぱり N2 くらいでいいんじゃないかなと思います。逆に前の動画でも言いましたけど N1 の言葉で喋ってると逆に変な、感じがあると思います。僕も実際この問題を見て、なんかこれ普通は言わないのにニュースとかでは確かに合っているけど普通の会話で言ったらこれ変でしょっていうのがありました。で僕たちも普段使わない言葉なので間違えちゃったのかなと思います。でも逆に N1 を持っている人でも日本語の会話が苦手な人って多分いると思うんですよ。僕はそういった日本人と普通の会話をしたいという人に向けてチャンネルを作っています。僕は日本人と自然な会話をしたいっていう人に対して動画を作っているので、ぜひそういう風に勉強の日本語もいいけど会話の日本語もしっかり勉強したいなっていう人はぜひ僕の動画を見てみてください。ちょっと間違ったところを見てみますね。希望の就職につけるほど世間は甘くないらしい。あれ？そう書いたと思うんだけどな。答えは2番だけど今言った言葉とマークは一緒なのに僕は違うマークを書いてしまいました。こういうのを日本語でうっかりミスと言います。自分は分かっていたのに間違ってしまう。これをうっかりミスと言います。気をつけてください。読解はちょっと説明するのが難しいので今から僕が間違えた番号を言うので、あと下にその僕がやった問題のリンクを、置いておくのでそこから皆さんもやってみてください。僕が受けたのは N1 ですけど N5 から N4、N3、N2、N1 すべて無料でテストが受けられるのでぜひそこで受けてみてください。N1 を受ける人は僕がこれから間違った番号を言うので皆さんは合っていたかチェックしてみてください。40番、42番、50番、59番、60番、67番、68番、70番、1、2、3、4、5、6、7、8。この8問間違えてしまいました。ですので皆さんも合っているかチェックしてみてください。So are you planning to take JLPT in the future? Let me know which level you're gonna take in the comments. 皆さんありがとうございました。頑張って